雑談です。浮輪です。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしていたかと言いますと、打ち合わせをしておりまして、あれですよ、陣内くんのね打ち合わせを言っちゃいけないことって言ってるから、別に言ってもいいんでしょうけど、僕は構わないですけど、僕じゃない人が構わなくはないので、詳細は省きますが、ある番組のに出る点で、それのネタ合わせというかね、あんまりネタ合わせってしないんですけど、ネタ合わせと YouTube のやつとやっておりましたが、久しぶりでもないか、毎回緊張するんですよね。そのネタ合わせをがっちりやらないんで、本当に作ってる段階でもお互い分かってて、僕の方は台本見ながらこうね進められるんで、そんなに合わせて飛ばしちゃったとかはないんですけど、それでまた作ってる段階で僕ももう体に入っちゃいますからね、あれなんですけども、久しぶりにやるネタとかはね、1回合わせて、大体本番前に1回2回やってやるって感じなんですけどね。それとは別にちょっとおさらいがてら合わせております。お互いが忘れてるってことがあるんでね、やったりしておりまして、その後にもう一件別の打ち合わせを、これは別に言っても構わないというか、あえて言おうね、クズであるとじゃないあえて言おうね、三股又蔵さんが9月5日にイベントがあるんです。それのまたオープニングを頼まれておりまして、それの打ち合わせというか、半分雑談しながらね、打ち合わせをしておりましたが、これもなかなか面白いことになりますんでね、ぜひご覧になっていただきたいと思いますね。詳細は検索していただければと思いますが、そんなことをしておりました。何か特筆する、何かそうだな、特に言うこともない。あと一つね、その打ち合わせの時にカメラも入ってたんであれなんですけど、公認とかで陣内くんの口から陣内智則の面白い方っていうのを現地を取りました。それね、使われるかどうかわかんないですけど、本人からの現地は取りましたんで、もう公認ですわ。はい、言い続けるもんですねって感じなことをやっておりました。で、見ましたですわね。1話目を僕は見逃してしまった浮輪。これテレ東ですかね。浮輪というドラマがありまして、これは森山直太朗さんと門脇麦さんと出ておるんですけども、これなかなかね面白いです。浮輪ってタイトルからも想像つきやすいかどうかわかりませんが、浮輪と浮気って似てるよねっていうので、友達以上恋人未満みたいな、なんでした、なんか書いてましたね、話なんですけども、これよくできているというか、これも原作漫画ですかね。スピリッツコミックスということで、スピリッツの小学館かでは、載ってなかったんで、月スピの方なのかなのか知らなかったですけど、これは面白いですね。ドラマ自体が面白いというか、あらすじで言うと、1話目で広島から転勤してきて、で社宅に住むようになって、ってとこから始まって、で僕は2話目から昨日TVer でね2話目を見たんですけども、浮気に気づくというか、なんか怪しいぞということになって、社宅なんでね、隣の部屋の人がたまたま上司のね森山直太朗さんで、ゴミ捨て場とかベランダで話し合うようになって、どうですかね、なんか上司の方がちゃんと早く帰ってくるとかね、早く帰ってくるのに、こう夫がいつも遅いと。
でそんなにね忙しいんですかみたいな話からちょっと怪しいんじゃないのかなっていうところを話し出して、でなんかもういよいよ怪しいなっていうね、スマホの通知画面でね寝てる間になんかいっぱい通知が来てるなって取ろうとしたらガタッと起きて隠すみたいな、これは完全に怪しいぞみたいなことがあって、まあそういうことを相談したりしているところで、まあそのね森山直太朗さんの方は森山直太朗さんの、奥さんの方がこれまたこう陶芸教室に通ってると言いつつ、まあその陶芸の先生に会いに行ってるみたいなことはまあ分かっているというような話をして、お互いがこう浮気されているみたいなことを話していると、まあねあれ吊り橋効果じゃないですけどもね、同じ境遇でというかね、近い関係というかになっていくと、まあね、まあこのままこの2人もみたいなね雰囲気がすごい出てるんですけど、まあまだ体の関係はなくて、でも心はねもう完全にそっち向いちゃってるみたいなところでねやっておりまして、でこう2話目の終わりのシーンで、夜中ねこう急に仕事だっつって飛び出していくんですよね。こんな時間から言いながらで結局朝帰りするんですけど、そのゴミ出しをしてゴミ捨て場から帰ってくる道中でこの森山直太朗さんと門脇麦さんがまた出会って、ちょっと話をしてるところにタクシーがビューンって来るんです。それね朝帰りしてくるんです。そんなうかつなことします浮気しといてそんなうかつなことしますっていうところなんですけども、まあねしてる方からしたらこうもうねバレてしまった方が楽だからね、バレても別れましょうって言わせたいのかなっていうような行動ですよね。みたいなところで2話目は終わるんですよ。で3話目がどうなるか、そっからですからね。朝帰り目撃しちゃった。しかもその浮気してるのはその会社の同僚というかね、なんでその振りもねちょっとちらっとあったんですよね、その森山さんとの間でみたいなことがあって、これ非常に面白い上になんかね撮り方がこう今までのドラマ以上にドラマチックというか、なんかオープニングでね水に飛び込むシーンとかも急に背景がでっかい絵画みたいな絵のとこから水にドボーンって飛び込んでとかね、隣の部屋ねお互い帰ってきてね寝室で寝てるところに旦那さんが帰ってきて、でこう体を触ってねスキンシップ取ろうとするんですけども全然無反応で壁向いて寝てるシーンをこう切り返して、お互い森山直太朗さんと門脇麦さんこう切り返しでねパンパンと映すシーンがあるんですけど、撮り方とかね、まあ非常になんていうんですかねかっこいい撮り方をしててねちょっとあれですね、今までのなんていうんですかねホームドラマというかそういった感じよりもちょっとこうシアター系というかねアートシアター系な撮り方をしてて非常に面白いなと思って見ておりました。はいですね。はいね、これ何でした？やすこですか？はいね、そんな感じでしたわ。本当にね、あとあれですわ、一番面白かったのはこう門脇麦さんとその旦那さんが誰でしたとの会話のシーンで急にねお面になるんですよ。門脇麦さんが何でしたあれ福の神じゃないやなんだお仮面みたいな仮面かぶって旦那さんが狐の仮面でこう会話のシーンが行くんですけど、本当にあれですよ、なんで単館映画であるようなねアート系の映画っぽい演出で入るんですが、それまあ映像はすごい面白いしかっこいいし、その心情をすごく表してるんですけども、顔で演技をさせないね役者にっ
っていうところで、その役者のプライドはどうなんだろう、まあそこを面白がってね、いやこれは面白い演出ですねって乗っかってやってるとは思うんですけどもね、役者の顔を使わないでお面で処理するっていうのは、これまたね、監督のね、ずるいところというかね、うまいところというかね、非常に面白かったですね。でまたオープニングとエンディングの曲もまたそれでかっこいいんですよね。オープニングはなんか四つ打ちのトラックにね乗っかってかっこいい感じの、ね、歌声で始まって、いや非常に面白いドラマ。そして中で出てくるね、セリフが気になったセリフね、ニーチェは人間は大体何でも耐えられると言っているけど俺はそうは思わないっすねっつって、門脇麦さんの、クリーニング屋でバイトしてるんですけども、その同僚が言うんですよ。しかしですよ、僕はね、それはニーチェの言う通りだと思うんですよ。本当に大体何でも耐えられる人間はね、本当に何でも耐えられるんですけども、耐えなくてもいいこともありますよってね。大体耐えれる。どんな辛いことでも苦しいことでも大体人間はね、ニーチェの言うとおり本当に大体耐えられるとは思うんですけども、全て耐える必要はないとは僕は思うんですよね。この劇中で言ってるのは僕はそうは思わないね。完全に否定しちゃってるようには話してるんですけど、そうじゃなくて大体耐えられるものは耐えたらいいんですよ。でも耐えられないこともあるんで、それは逃げるというかね、耐えなくてもいいこともあると。僕はそう思う。だからニーチェの言う通りだなと思って、これね、いいセリフを拾ってきますねと思いながら、本当に面白い。これ原作漫画でね、このセリフが入ってるのかどうかわかんないですけど、これ非常に面白い。ので、ぜひ見逃し配信ね、パラビなり TVer、パラビでまたこれね、サブストーリーというか、アナザーストーリーというか、何ですか、サブストーリーですか、だからやってるみたいですね。パラビに入ってる人はそちらも見てね。だからね、役者さん大変です。これどっちの話、どういう話なんだみたいになっちゃわないのかなとはちょっと思いますけども、いや非常に面白いドラマ、浮きは始まっておりますんで、まだね追っかけて見れますし、パラビに入ったら全部は見れますんでね、ぜひご覧になってくださいといったところです。はい。コントニーチェ、ちょうど時間とね、コントニーチェでな、ニーチェは読んでな、ゲーテもあんまり、ゲーテはね、ゲーゲのゲーテって水木さんが好きでしょ、ゲーテ。だから、それを通してゲーテのあれはちょこちょこは目にするんですけど、ニーチェは読んでないな。でもこれ面白い言葉だね。だから、ちょっと今度また暇見ておこうかなと思いましたといったところですわ。ね。はい。ぜひチャンネル登録と高評価。よろしくお願いします。ありがとうございました。